納屋の改修を始めてから約2ヶ月が経った2020年10月中旬、福井の家で生まれ育った親父が様子を見にやってきた。意外と暑いの。今日は暑い。親父は20年以上前にこちらでばあちゃんの葬式をやって以来、法要や親戚の葬儀以外は来ていない。この日は久しぶりの帰郷となった。まずは母屋に残したままの仏壇に手を合わせる。じゃあ準備さえすればここでやってもらえるんだな。これは俺がさ、帰ってくるかと思ってなんだかんだって書いてみても集めたんだ。あ、そうなの？上にもあるよ。だって全然なかったんだ。そうか。親父は太平洋戦争が始まる数ヶ月前にこの家で生まれた。大学に進学するために東京へ出て、そのまま就職。ほどなくおふくろと見合いをして結婚した。式はこの家で挙げられた。僕が生まれたのはそれから2年後のことだ。話をもう一台遡らせよう。親父の父親、つまり僕のじいちゃんは戦争が始まると陸軍に配属され、戦地で負傷。それが原因で退役したが、右膝と背中に銃弾の破片が入ったままで生涯右膝が曲がらなくなってしまった。それでも帰還後は鉄道の線路に使う枕木用の木を育てる森を管理する仕事について定年まで勤め上げた。僕の記憶の中では朝から湯飲みで酒を飲んでいたものの、いつも温和で一緒に絵を描いてくれる優しさの塊みたいな人だった。だが野菜が大嫌いで全く食べず、酒の量の多さも重なって僕が小学生の頃に倒れてしまった。じいちゃんはあれ何だったの？倒れたのは脳脳梗塞じゃないかな。言葉がダメになったから。あとちゃんと手術すれば。手も動かなかったじゃん。もちろん。半身。こっちかな。いや、右だな。右がダメ。でも左利きだったの。で言葉がダメになったんだけど、手術すれば治るってけど、親父は私はいいって。あ、そうなんだ。断ったの。もう大丈夫だから、もう大丈夫っては言わないけど、もういいから。いいよって、俺はいいから、そんなこと、お前らの言うことはちゃんと聞こえてるから大丈夫って言われた。そして僕が高校受験を控えた年の雪が積もった寒い日、じいちゃんはこの家の母屋で息を引き取った。今考えると、じいちゃんが朝から酒を飲み続けた理由が単なる酒好きというわけではなかった気もする。戦争で右膝が曲がらなくなるほどの大怪我をして帰ってきたのだ。飲まずにはいられない体験をしたのではないだろうか。そのことを確かめる手立てはもうないが。それでさ、昔の親父がさ、俺
小学校の時優等生だったから、卒業式に表彰さ県の教育委員会から表彰されたんだよ。でじゃあお祝いだっつって昨日机を買ってくれた。机じゃないの、向こうに平机。だから向こうにあるでしょ。今2階にある。多分あると思う。それをいや、あるよ、使ってるもん。ああそう、うん、あれをさ買ってくれた。小学校の時。そうそう、小学校卒業して中学。そうそう、お祝いで。それで青いカーテンの本箱だとか、あれも一緒に買ってくれた。あれもセットで。そうそう。2階にあるよ。もう嬉しくなってあれを持ってきちゃう。ここへも運んできて、ここへ何かを台にして低いからさ、あれ座り机だもんね。この辺までぐらいになるようにしてさ、それで座ってこうやって勉強した。そうなの景色が見えるように一緒だね。俺もここに仕事の机置こうと思ってるもん。眺めいいからね。ばあちゃんは体の小さな人だった。そしていつも動き回っていた。朝飯前に板の間の床を拭き、畑を耕し、豆を干し、川で洗濯し、料理をし、動かないのは寝ている時ぐらいだった。ご飯の後はおひつを抱えて米粒一つ残さず食べた。とにかく物を大切にした。その反面、ゴミは何でも川に捨てた。何度注意しても治らないのには頭を抱えたが、考えてみれば無理もない。物心ついた頃はあらゆるものが天然素材でできていて、どこへ放っても自然に帰ったのだから。僕がサバの浜焼きが大好きだったので、夏休みに遊びに来るといつも魚屋で買って用意してくれていた。そして東京へ帰るときは見えなくなるまで手を振って見送ってくれた。最近親父はばあちゃんに似てきていると思う。そして僕は集落を歩くだけでサメ女の顔をハンコで押したようだのと言われて笑われる。サメ女とはうちの屋号のことだ。ということは僕も将来はばあちゃんのような顔になるのだろうか。親父が来ている間も改修の作業は続けた。玄関の床の高さを決めるために砂利や石を入れて底上げをする。親父が来て2日目、神奈川時代に仕事仲間だったカメラマンの伊藤さんが手伝いに来てくれた。一緒に玄関へ仕上げのコンクリートを流し込む。伊藤さんとは同世代で、仕事以外でもざっくばらんに話ができ、話題にも事欠かない。今回の僕の移住と家を自分で直すという行動に興味を持ったようで、足を伸ばしてくれた。一泊二日の滞在だったが、ドラム缶風呂を痛く気に入ってくれて、機材をセッティングしては風呂に入っている自分を撮影していた。もうちょっとしゃばい方がいい？伊藤さんが作業をしてくれていた日中の小1時間、親父がお寺の住職をお呼びして仏壇にお経をあげてもらった。20年以上留守でそのままにしてあった仏壇の魂抜きをしてもらうためだ。うちの家系は江戸時代まで遡ることができるらしいが、その歴史を見つめ続けてきたこの仏壇もこの日で単なる箱になってしまう。
寂しい気もするが、この荒れた家に放っておいてはご先祖様から叱られる気がしていたので、一段落ついてほっとしたのも事実だ。どちらにしろじいちゃんもばあちゃんもご先祖様にはこれまで通り手を合わせている。それはこれからも変わらない。じゃあ気をつけて。翌朝、伊藤さんは約500キロ離れた自宅へと帰っていった。そして午後には親父も。親父にとってここは生まれ故郷だ。今回の帰郷で一体何を感じたのだろうか。今度酒でも飲みながらじっくり聞いてみたいものだ。再び一人になった。気のせいか、鳥や虫の声、川の音が昨日より大きく聞こえる。親父がこの家を出たのは僕が生まれる10年ほど前のことだ。それから半世紀以上経った今、親父が窓の高さに平机を底上げして勉強した納屋を直し、僕と香織が住もうとしている。一体どんな家にできるのだろうか。そしてどんな暮らしになるのだろう。荒れ果てた畑を起こし直して野菜を作りたい。狩猟免許を取得して鹿やイノシシを取りたい。ばあちゃんが植えた杉林の手入れをしたい。目の前に流れている川を利用して小規模水力発電に挑戦したい。川に住むホタルをもっと増やしたい。田んぼもやって米を作りたい。馬を飼ってみたい。やりたいことはいろいろあるけれど、まずは家だ。僕の工作技術なんてプロの職人さんが見たらお粗末すぎて笑ってしまうに違いない。それでも何とか住める場所にする自信はある。その根拠は20代の頃に通った北極圏の旅で見た先住民たちが自生する木を使って丸太小屋を建てたり、2倍工法で部屋を作る姿を見て、基本さえ抑えれば家は誰でも自由に作れるものなんだと知ったことだ。バランスと強度を守りながら下手くそなりに丁寧に作っていけば、雨風くらいはしのげる空間ができると信じている。まあちょっと欲を出して多少見にくくても居心地の良い家にしたいとも思っているが、地元の人が福井では秋物の服は出番がないと言っていた。秋は瞬く間に通り過ぎて、あっという間に冬が来るという意味らしい。その前に1階の床を張り、家全体の外壁を剥ぎ直しておきたい。そうしないと冬の間丸裸の土壁がまともに雪の影響を受けてしまう。それは避けたい。短い秋の気配を感じながら、そのすぐ後にやってくる雪の存在の大きさをひしひしと感じ始めていた。